こんにちは。ここは東京駅丸の内南口です。ここから新幹線と近鉄特急を乗り継いで奈良市の近鉄奈良駅に向かいたいと思います。近鉄奈良へは京都で近鉄へ乗り換えるのが一般的ですが、今日は新幹線の最新型車両 N700S で運転されるこだま727号で名古屋へ向かい、名古屋からは近鉄の最新型車両8万系火の鳥に乗り、大阪の上本町へ、そこから近鉄の奈良線の特急で奈良に向かいたいと思います。朝から大雨、東海道線に遅れや運休が出ているようです。果たして東海道新幹線は大丈夫でしょうか。全区間で運転を取りやめております。12時30分発、萩踊り子3号須中下田行きは本日全区間で運転を取りやめております。JR 東海の切符売り場で聞いたところ、時間通りの運転、12時57分発のこだま727号も N700S で運転とのこと。一安心したところでホームに向かいたいと思います。改札を抜けて、まず駅弁を買います。こだま727号は今日は14番線から。回送列車が出た後に N700S は入線するようです。今日は先頭の1号車に乗ります。光号で到着した N700S。N700S はデュアルスプリームウィング型、鼻筋が通った顔つき。ちょうど反対側にこれまでの N700A が入ってきました。こちらはエアロダブルウィング型、つるっとした顔つきです。いよいよ N700S に乗り込みます。700S のロゴマーク、S はスプリームの S、最高のという意味だそうです。デッキに入った感じは N700A と似た感じですが、車内に入ると随分明るい印象です。N700S には全席にコンセントがあります。客室の両端にある情報ディスプレイも大きく見やすくなりました。ご案内いたします。この電車はこだま号新大阪行きです。自由席は1号車から6号車までと13号車、14号車、15号車、16号車です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。Welcome to the Shinkansen. This is the Kodama Super Express, bound for Shin Osaka. Cars 1 through 6 and cars 13, 14, 15 and 16 are for passengers without seat reservations. Smoking is not allowed on this train, except in the designated smoking rooms located in cars 3, 7 and 15. The smoking room in car number 10 is for passengers in the green cars. Please refrain from smoking in the train, including areas at either end of the cars. Hazardous items are prohibited on stations and trains.
If you notice any suspicious item or behavior, please notify staff immediately. Train number 13, Kodama bound for Shin Osaka, is now departing. Please stand clear of the closing doors. 今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はこだま号新大阪行きです。終点新大阪までの各駅に停まります。 Welcome to the Shinkansen. This is the Kodama Super Express bound for Shin Osaka. We will be stopping at all stations before arriving at Shin Osaka Terminal. The conductor's room is in car number 8. Thank you. 今日はあいにくの雨、街の様子がよく見えません。ちなみに東京駅から品川駅までの街並みはこちらの動画で紹介していますので、よかったらご覧ください。明るい青の座席は座り心地もいいです。窓枠も飛行機のような印象のデザインです。防犯カメラが客室にも設置されています。ここからは名古屋まで進行方向左側、海側の車窓をところどころですが紹介していきます。品川を出て最初のトンネル、八ツ山トンネルを抜け東海道線を越えたすぐにあるのは鉄道の父井上勝の墓がある東海寺墓地。井上勝は幕末に伊藤博文らいわゆる長州5の一人としてイギリスへ密航、鉄道技術を学び帰国しました。東京駅丸の内口にある銅像は彼のものです。目黒川を渡り第一三共製薬の研究所の前を過ぎると東京総合車両所、そして住友不動産のオフィスビルやマンション、品川の街並みが続きます。正面奥のビルは大井町駅あたり。この辺りから横須賀線が真下を走る2階建て構造。家々の間から出てきた線路は湘南新宿ライン、ここで横須賀線と合流、首都圏 JR の重要な要です。屋並みやビルがどこまでも広がる東京の車窓です。ここは西大井駅。この辺り進行方向右手、
反対側には伊藤博文の墓があります。伊藤博文も日本の鉄道創設に重要な役割を果たしました。先ほどの井上勝の墓といい、新幹線が両者の墓の傍らを通るというのは歴史のあやを感じさせます。この辺りはすでに大田区、起伏の激しい場所です。この辺りを走る列車の様子をこちらの動画で紹介していますので、よかったらご覧ください。天気がいいと池上本門寺の五重塔が一瞬見えたり、大井埠頭の辺りまで見えますが、今日はダメです。今渡るのは馬込のローゼ橋、第二京浜国道1号を渡ります。馬込橋を過ぎると下を走っていた横須賀線と並ぶようになります。そして新幹線は加速し始めます。運がいいと在来線の列車と並走するのですが、今日はどうでしょうか。いました。横須賀線の E217 系。この形式も新しい E235 系に置き換えが始まりました。横須賀線もこの辺りでは100キロ以上は出ているのですが、こちらは200キロぐらいでしょうか。15両編成の列車をぐんぐん追い抜いていきます。多摩川、今日は増水していますね。そして東京都とはお別れし、神奈川県川崎市武蔵小杉です。今日の駅弁は日本橋幕の内。旅の始まりは今も昔も日本橋。どんと乗った鮭が魅力的です。ここはもう新横浜を出たところ。車掌さんの到着時刻案内が始まりました。こうやって遠い町の駅名が並ぶ案内は鉄旅を感じる時です。名古屋15時37分、鹿島15時53分、前原16時10分、京都16時34分、終点新大阪には16時51分の到着です。ここは小田原を過ぎてもう熱海の手前。実は今日は座席のコンセントから電気を取りながらスマホで撮影と考えていたのですが、電圧が低いせいでしょうか、急速充電ができず、スマホの電池を気にしながらの撮影になり、飛び飛びで撮影することになってしまいました。熱海の辺りは山が海にせり出した狭い土地。ビルの密集度は東京都心並みです。
狭い場所にあるため、他の新幹線の駅にあるような対比線が熱海駅にはありません。そのため本線上にホームがあります。高速で通過する新幹線、ホームの安全対策として1974年に日本初のホームドアが新幹線熱海駅に設置されました。熱海の海が見えるのは一瞬。あれは本日運休のサフィール踊り子号です。すぐに東海道新幹線最長の新丹那トンネルに入ります。ここは三島も新富士も過ぎて、今日は増水する富士川を渡ったところ、静岡県の工業用水の浄水場、化学工場。一方でこの辺りは海と富士山が見える東海道の名所かつ難所で、浮世絵東海道53次も描かれた去った峠も近いのですが、新幹線はいくつかのトンネルで通り過ぎます。ここは東静岡の貨物ターミナル。まもなく静岡です。次は掛川に停まります。We will soon make a brief stop at Shizuoka. The exit will be on the left side of the train. Passengers going to the Tokaido line, please change trains here at Shizuoka. Thank you. まもなく静岡です。お出口は左側です。車内にお忘れ物や落とし物なさいませんよう、今一度お手回りお確かめください。また、電車からお降りの時はお足元に十分ご注意ください。雨のためお足元大変滑りやすくなっております。ホームご通行の際、お足元にも十分ご注意ください。また本日大雨の影響で乗り換え線、東海道本線にも遅れや運休と発生しております。詳しい運転状況につきましては、降りられました駅係にお尋ねください。静岡を出ますと、次は掛川に停まります。We are stopping at Shizuoka Station. The wagons are left side way open. 静岡を発車しました。安倍川餅の安倍川も今日は増水しています。お茶の市川園の看板は静岡付近の目印。夜も光っています。そしてここは西へ向かう新幹線なら突然海側の車窓、つまり進行方向左手に富士山が現れる左富士の名所ですが、
今日は残念ながら何も見えません。ここは掛川を過ぎ磐田市あたり。天竜川は今日は大増水、河川敷も水の中、湖のようです。天竜川を渡るとすぐに浜松、奥に見えるカーキ色の高層ビルはアクトタワー、浜松のシンボルで、静岡県では一番の高さを誇るビルです。のぞみの通過待ち。こだま旅の楽しみは、通過待ちで5分ほど止まるその間、ちょっとだけホーム散歩ができることです。反対側には東京行きの N700S こだま。目を凝らして車両番号を見ると3000番台の JR 西日本編成です。スズキの本社。まもなく浜名湖。一瞬目に入る鳥居。実は神社のものではなく鳥居型の観光タワーです。ここ弁天島は浜名湖に面したリゾート地。これまでの車窓とは少し趣が違います。またこの辺りは東京と大阪のちょうど中間地点。昔は東京・大阪を同じ時刻に発車した東海道線の特急列車燕号がすれ違う場所でした。また東海道の関所で江戸時代からの関所の建物が日本で唯一残る新井の関も近くにあります。ここは豊橋を過ぎ豊川放水路を渡ったところ。さらに進んで蒲郡付近。蒲郡は三河湾に面した観光都市で4つの温泉街もあり、古くから文人や政治家がよく訪れたそうです。あの建物、蒲郡クラシックホテルです。このホテルの歴史は古く、1934年に完成した城郭風建築による建物。近代化産業遺産にも認定され、三河地方の代表的な歴史的建築物です。東海道新幹線に乗っているとよく目にする727の看板、大阪の化粧品メーカーのものだそうです。印象に残る広告ということで新幹線沿いの野立看板に行き着いたそうですが、車窓に5から7分に一度現れるような感覚で設置されているそうです。ということは東京から大阪の間に何箇所あるのでしょうか。テストの問題になりそうです。ちなみに今乗っているこの列車はこだま727号です。
こは三河安城を過ぎ名古屋の近郊です。名古屋市内に入ってきました。東海道線は豊橋から米原間の上下線一部の列車が雨のため遅れが出ております。詳しい運転状況につきましては名古屋の駅外までお尋ねください。ご不便をおかけいたします。まもなく名古屋です。東海道線、中央線、関西線と名鉄線、近鉄線、青波線、地下鉄線はお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。名古屋を出ますと次は岐阜羽島に停まります。We will soon make a brief stop at Nagoya. Passengers going to the Tokaido, Chuo, Kansai, Meitetsu, Kintetsu, Aonami, and ここがかつて中日ドラゴンズの本拠地名古屋球場。 We will depart shortly 今でも屋内練習場があります。 after arriving at Nagoya, so please be ready to get off before the train stops. Thank you. ご乗車ありがとうございました。まもなく名古屋です。17番線到着、お出口は右側です。お降りのお客様は車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。乗り換えのご案内いたします。のぞみ231号新大阪行きは15時41分16番線。在来線です。東海道線下り特急白崎11号金沢行きは15時48分11番線。下り特急ひら15号高山行きは16時3分11番線。中央線特急かつて運河を行った船の船だまり。この辺りはかつて笹島貨物駅があったところ。今は笹島ライブという再開発エリアで大学やテレビ局ができています。また下水の処理水や熱を有効利用している資源循環型の町でもあります。関西線や貨物線、大波線、そして近鉄線。近鉄米の車庫という近鉄特急専用の車庫に止まっている近鉄の特急車両が見れるのも楽しみ。今年2月に定期運用を終えた近鉄の旧型特急12200系スナックカーの姿も見えます。雑然とした名古屋駅太閤通り口側。リニア新幹線の名古屋駅の工事がこの真下の地下で行われています。この駅ができる頃にはこの雰囲気も大きく変わっていそうです。
名古屋に到着です。こだま727号はここでのぞみを先に行かせてから出発。新大阪へ向かう N700S とはここでお別れです。名古屋駅といえばホームのきしめんスタンド、どこが惜しいか、新幹線下りホーム、上りホームと諸説あるそうですが、今日は下りホーム。きしめんをすると名古屋駅に来たという感じがします。さて次は近鉄特急ひのとり、17時ちょうど発の切符は手に入るでしょうか。2020年3月の運転開始以降、コロナの流行で利用者が減ったとはいえ人気のようです。少し急いで近鉄名古屋駅に向かいたいと思います。近鉄名古屋駅に到着。果たしてひのとりは。席が空いていました。しかも先頭車の一番前の席、つまり運転席の後ろの展望座席。当日発車直前でここが取れるのはとても運がいいです。ひのとりの席も確保できたので、発車時刻まで少し名古屋駅を散歩しましょう。名古屋駅前といえばこの JR セントラルタワーズ、1999年に完成しました。こちらの大名古屋ビルジングもジングという表記が名古屋駅前の名物です。こちらは近鉄名古屋駅の正面入り口。名鉄百貨店、中にバスセンターがあるユニークな百貨店です。そして巨大なナナちゃん人形、名鉄百貨店名古屋駅のシンボルです。こちらはモード学園。新宿のビルといい、この学園のビルは変わった形です。名古屋駅前にはユニークなビルが多そうですが、そろそろひのとりの発車時刻。ひのとりの大きな柱広告、まだ知らなかったくつろぎへ。期待が高まります。ひのとりへ向かいましょう。東京から近鉄奈良へ、ひのとりの旅は後編で。
ご視聴ありがとうございました。